はい、どうもです。今回はですね、こちら、ミシシッピワニっていう食材ですね。前回と前々回に引き続きワニをさばいているんですけども、今日はですね、ついに料理をしようかなと思っております。はい、ということでですね、早速観察していきましょう。で、まずこのね、衝撃的な足ですよね。このね、大きい方がですね、後ろ足で、ここ太ももの筋肉とかね、すっごいパンパン入ってて、重さ測ったんですけど、だいたいね、これ1本で 3.8 キロぐらいありました。相当ね、重たいですね。これね、爪もね、すごいしっかりしてますよ。カジキの角よりね、丈夫そうです。で、鱗はですね、魚とは違って、剥げないんですよね。完全にね、繋がってて、ちゃんとね、包丁を入れないと、これ剥けないんですね。水中の生物なのにね、なんか、水かきはないんですね。後ろ足はね、ちょっとだけ水かきがあるんですけど、でも、ちっちゃいですよね、水かきにしては。おそらくですね、足は陸上歩くための構造としてしっかりしてて、尻尾がね、水の中での推進力の役割を担ってるんだと思います。ここはね、前々回の動画見てもらったらわかるんですけど、かなりね、平らで、ちゃんと水を切れる構造になったんですよね。これね、尻尾もでかいですよ。分厚いですからね。20センチぐらいありますね。高さ的には。で、結構ね、驚きなのが、ワニって淡白なイメージあるんですけど、ここに、まずね、筋肉の層があって、この下にね、脂肪の層があるんですよ。これ全部油です。で、その下にまた筋肉の層があるっていう。こんだけ油乗ったらかなり脂っこいんじゃないかなと思います。で、ここの結構いかつい部位はですね、スペアリブですね。こうやってね、あばら骨が入ってて、で、これを一個一個分けたら、よく見るスペアリブみたいな形になっていきます。で、前回の動画見てもらったらわかるんですけど、ここはですね、もう相当の内臓脂肪が入ってて、なかなかね、取り切れなくてね、まだこれ、脂肪がね、残ってます。結構ね、本当にギトギトだと思いますよ。はい、ということで今日はですね、こちら精肉してですね、唐揚げとスペアリブの煮込み、こちら2品をね、作っていこうかなと思います。ワニの唐揚げはね、居酒屋で1回食べたことあるんですけど、友達と取り合いになるぐらいうまかったからね、めちゃくちゃ楽しみです。ということでですね、早速、調理していきましょう。そう、このキッチンはこういう大物が来た時用にね、ここに、置けるようになってますからね。これこのためですから。よいしょ。これ肉を置く用ですから。はい、とりあえずね、足からやっていきましょう。これ足だけでもでかいな。このままないと90センチありますからね。足はね、やっぱ皮がね、残ってた方が、料理した時のワニっぽさがあって、かっこいいと思うんで、ここだけ皮残して、ここ皮剥いでいこうと思います。結構ひっついてね。この足の皮だけでも財布1個ぐらい作れそうですよね。これね、ワニの皮結構ね、皮と身がね、ひっついてて、すごいね、難しいんですよね。もしかしたらなんですけど、ハサミでいった方がいいかも、皮に関しては。全然ダメだ。皮の裏側もハリセンボンの皮ほとんど変わんないですよね。ワニの皮ね、ずっと剥いで分かったのは、力入れなくても剥げるんですけど、ただ完璧な場所に入れないと全然剥げない。これね、めちゃくちゃ難しい。当てる場所さえしっかりしてれば剥げるんだよね。よーし、剥ぎ終わったぞ。いい感じですね。めちゃくちゃ綺麗だな、これ。で、まだですね、これ、筋がね、ついてて、これじゃね、まだね、食べれそうにないんで、この筋をね、今から取っていきます。わー、やりづらいな。ゴム手袋だと。何なんでしょうね、この組織に関しては。皮と身の間にある筋でもないんですよね。筋はこの下にあるんでね。はい、1個目がね、完了しました。もうなんか、ここに関しては、鶏のもも肉みたいな感じですよね。断面とか見ると、もも肉よりはね、豚肉っぽさもあるんですよね。これは美味しいと思いますよ。楽しみですね。はい。2本目。どんどん剥いていきましょう。いきまーす。魚みたいにスッとはいかないですよね。
包丁の切れ味悪いだけなのかな。で入れたらですね、こっちまた包丁入れていきます。こっち硬いんだよな。めちゃくちゃ手を切りそうな切り方。もうちょっとね、こうやってまっすぐ入れるんじゃなくて斜めから入れると切りやすいですね。多分鱗と鱗の間に入って切りやすいんだと思いますが、よし、繋がったね。またひたすらね、剥がしていきましょう。もうこれはね、早送りになってると思う。だいぶ慣れてきたけどね、もう早送りじゃなくても見れるぐらいの手さばきかもね、もしかしたら。ここのね、腕の曲がってるところが超包丁入れづらい。難しい。めちゃくちゃ苦戦してる。もう一人人がいて、ワニを固定してくれる人がいたらね、すごくね、さばきやすいと思う。よし。2枚目。いい感じですね。さて、3匹目です。やっぱペティの方がね、やりやすい気がする。同じ巨大な生物でもサメとは違って皮がね、そのサメ肌とかになってなくて、いちいちね包丁の切れ味が落ちたりはしないんで、その点ではさばく難易度は結構低いのかなって思いますね。400キロぐらいのイタチザメとかなると、もう包丁何回研いだっけなっていうぐらいの勢いで包丁を研がなきゃいけないぐらい大変なんで、でもワニはねまだ1回しか研いでないです、さばき始めて。よいしょ。さて剥いでいきましょう。よし、3枚目。はい、それではね、剥き終わりました。この2つは、ちょっとね、いつかね、バーベキューにしたいんで、これ冷凍しといてバーベキューにしようと思います。今回ね、この大きい後ろ足の肉を使っていこうと思います。でですね、もう1個の後ろ足の肉なんですけど、これはね、浜田さんに送ります。まあ、あの人だったら多分皮むけると思うんで、このまま送ります。はい、それではね、こっから次の段階に行くんですけども、このままね、丸揚げにしたらね、まあ、YouTube 的にはね、映えるとは思うんですけども、絶対に美味しくないんで、これね、ちっちゃくしていきます。これ実は足の骨がね、2本でできてて、ここ1本とここ1本あるんで、ここで外していきます。ワニの骨はすごい硬いんで切れないんですけど、関節に入れれば入るはずです。で、おそらくここが関節ですね。当たってましたね。OK。で、これ太ももの肉を外していきましょう。切れねえな。この部分がよく唐揚げとしてね、出されてる部位だと思うんですけど、この後ね、硬くてね、美味しくないと思うんで、こうやってパカって切って広げていきます。で、その前にですね、こちら、もも肉をね、解体していきましょう。一応ね、これ、ももの骨が入ってるんで、それを取っていきます。で、ちょっとびっくりしたのが、いろんな筋肉がさ、いっぱいあるんだね。多分ワニって俺たちが思ってるより繊細な動きできるんじゃないかな。こんだけいろんな筋肉が複合されてるってことは、いろんな場所が動かせるってことなんじゃないですかね。ここ取っていきましょう。太もも筋肉。結構ね、しっかり筋で繋がってるからな。難しいな。これが足の骨ですね。で、これが太ももの肉です。本当に鶏もも肉みたいですね。ここも唐揚げしましょうか、ちょっと。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど。どうしよう。ここら辺、こんぐらい唐揚げにしよう。いいね。で、これはね、ちょっと真空パックで熟成しようかな。はい、それでは、こちら、唐揚げにしていくんですけども、まあ、鶏肉とかとね、同じ要領ですよね。鶏肉とかもね、もも肉、開きますからね、こういうの。硬っ！全然鶏肉の硬さじゃなかった。包丁入んない。ちょっと唯一研いでる包丁使おうかな。前回包丁全部ダメになっちゃったんで、こうやってね、広げていくと。あー、でも鶏肉みたいにそんなばらけないんだな。まあ火が通りやすいようにね、包丁入れときましょう。これ贅沢だな。食おうと思っても食えんで、こんなでかいワニの足をさ。うわ、すごいで。こうやって開いとけばね、火も通りやすいし、味も通りやすいし、食べやすいはずなんですよ。なんせワニをね、
調理したことないですし、なんかワニの調理を解説してくれてるね、日本の人もいないんで、手探りにはなるんですけども、この手の肉ね、剥がしといた方がいい気がする。こうして、味が染み込みやすいようにね、この辺の筋とかを切っとくわけですよ。食べやすいように。なるべく食べやすくて、美味しく食べたいですからね。なんか切り離しておいた方がいい気がするんだよな。これでね、だいぶ食べやすいはず。ここら辺も切り離しておきましょう。結構骨と身がしっかりくっついてるんで、外しとかないと食べづらいと思うんですよね。お、いい感じだ。この辺の筋に関しては、マグロの刺身とかもね、こういうの筋切りますね、こうやって。それと同じ要領で切れ目を入れときましょう。口当たりが良くなるはず、これで。なるべくね、筋に切り込みを入れときましょう。多分噛み切りづらいと思うんでね、この辺もね筋がある。よーし、いい感じだ。多分これでねだいぶ食べやすいはずです。ここの肉とかもね本来かぶりつかないと食べづらいところをこうやってねペラッとしてるんで食べやすいはずです。美味しそうだなこれ。で、これで唐揚げ用の足が完成ですね。次、スペアリブいきましょう。で、一旦ですね、この筋取りをして、まだ油がね、残ってるんで、この油も取って、で、そっから、スペアリブの形に切っていこうと思います。ここからまたね、ちょっと地道な作業になります。これを取っていくと。これ何なんだろうね。きついな全部取るの。はい、とりあえずね口に残りそうな部分は取り除きました。いやー結構大変だったわ。では裏側をきれいにしていきましょう。裏側ドン。こっち側はですねこういう油がね残ってる場所があるんで、この油をきれいにしてかつ筋が残ってるんでこの筋も取っていきます。少しやっていきましょう。いや、だいぶ綺麗になったな。こんなもんでしょう。よし !OK です。これなんですけど、これね、半分に切りたいんですよ。俺の予想ね、半分に切れると思うんだ。予想ですけどね、ただの。この肉は何なんだろうね。切れるはずよ。こっち側からいかない方がいいかもな。こっちからいった方がいいかもな。多分ここで身が分かれてるんですよ。多分ですけどね。これもう勘です。もう切るしかないな。骨切りましょう。ここの骨はね意外と柔らかい。こういう時の出刃だね。わあ力が入んねえ。よしよいしょ。一旦こっちをねスペアリブの形にばらしていきましょう。こっちは何なんだろうね。こっちをまた成形していこうと思うんですけど、こっちは一旦置いときましょう。ちょっとこの真ん中ぐらい切りましょうか。一旦 OK。 そういう感じか。これも浜屋さん送ろうかな。いいじゃない。切ってる感じはねもう本当にねすっごい硬い鶏肉って感じ。鶏肉の肉よりもものすごいね筋肉が詰まってる。すっごい硬い。はい、こんな感じですね。まあ、今日料理として扱う部位はここまでですね。なのでさっき割った反対側のあばらですね。これはね、どうすればいいんだろうね。もう謎部位すぎてわかんないんだけど、ここ剥がしていきます。とりあえず筋肉が一個一個分かれてて面白いですね。いろんな部位が味わえそう。よし、腹膜、ここもね一応食べれそうですね。このあばら骨もね取っていきましょう。これ取ればあとは肉になるはずなんでね。
こもスペアリブか。ここ脂っこいね。油だらけだ。なんかワニダイエットとかできそうだなと思ったんだけど、ワニ食ったら太りそうだね。でもなんか一般的に日本で食べられてるワニって腕ばっかりだと思うんですけど、腕がたまたまそんなに脂肪がないだけで、腕以外の部位は結構脂肪があるんですね。こことかもう油が多いもん。またここ油の層がありますもんね。ちょっと取り出して、でこれもいい感じのサイズにしときましょう。使いやすいサイズにね。よし、オッケー。はい、それではラストね、尻尾いきましょうか。尻尾もうまそうだよ。で尻尾はこう背骨に沿って切っていきます。まあやり方知らないんですけどね。油すごいな。上と下で筋肉が分かれてるんで、この真ん中に沿って包丁入れていきましょう。なんか魚とね、全部の筋肉が割とつながってるんで、すごい新鮮ですね。筋肉が別々になってるっていうの。まあ、全部って言ったら言い過ぎですけど、結構ね、一体化してるんですよね、魚の方が。見てください皆さん、これすっごい油ですよ。この白い部分全部油ですからね。尻尾の先なんてここのライン全部油ですからね。もう先っぽとかもう全部油よ。ここやば。結構油っこそうですね。もしかしたら油トリミングしないとちょっとギトギトしてて美味しくないかもね。あと油が臭いのか臭くないのかっていうところにもよりますけど。はい、じゃあ一旦これどかしましょう。でこの尻尾の下側ですね。次これどうなってんやろうな。あ、骨があるね。あ、なるほど。こうですね。こうだわ。そこ邪魔だな。こういうことです。魚で言えば三枚おろしの過程ですよね。背骨に沿って身を外していくというね。魚みたいになんか身割れしないからいいですね。こんな扱いしたら魚なんてすぐ身割れしてもう身がボロッボロになっちゃうんですけど、身がしっかりしてるんでなんかワニはそういうことはなくて全然大丈夫ですね。うわー、ここは油がすげえな。よいしょ。すごい身だ。尻尾肉ですね、これが。さて反対側やりましょう。よいしょ。おお、包丁落ちた。これ反対側ですね。よし、でけえな。でラスト尻尾反対側いきましょう。うわ、背骨だ。はい、それでは何これ、5枚おろしだね。これは5枚おろしがね終わりました。油分がすごいですね、本当に。でこれワニの尻尾の骨なんですけど、もしかしたら豚骨みたいな感じで利用してワニラーメンとかもね作れるかもしれないんでね、これね冷凍庫に入れとこうかなと思います。ラーメンの知識ないんで今はね作れないんですけど、まあもしかしたら使うかも。はい、それではですね、ようやく調理できます。楽しみですね。でまあ最初スペアリブのなんか甘辛い煮込みみたいなの作るって言ったんですけども、ちょっとやっぱりねとりあえず素材の味を楽しみたいなということでですね、炭火焼きに変更します。とりあえず1品目炭火焼きから作っていきましょう。はい、こちらスペアリブですね。ワニ肉はね結構水分が多くて、ちょっと置いただけで水がね滲んできますね。いきましょう。ほらすごい水。一旦ね水を拭いていきます。
なんかもうここまで来たら素手で触っていい気がしてきた。いや、良くないんだろうけどね。まあ、正直な話、ゴム手袋が切れただけなんですけど、ちょっともう買いに行くのがめんどくさいですね。本当に鶏肉より全然硬いぞ。はい、塩と胡椒、こちらを振っていきます。シンプルな味付けでいきましょう。こんだけ水分含んでるんで、塩がね、焼いてる最中に多分だいぶ落ちてる気がするんですけどね。塩と胡椒ですね。やっぱこの削りたての方が匂いが立って美味しいかなって僕は思いますね。はい、それではこちら炭火で焼いていきます。ここのキッチンはね、ものすごいね、換気がいいんでこれやってますけど、皆さんね、危ないんでね、家の中で炭火は焚かないようにしてくださいね。やった、おうちバーベキューだ。うわぁ。もうこれ置いてしまったんだけど完全に忘れてた。これ多分ね、筋切らなかったら硬くて全然噛み切れないと思うんですよ。ちょっと戻そう、一旦。ここで戻すのもちょっとあれですけど、もうしゃあない。これね、ステーキ用の筋切りですね。まあ、肉に押し付けると、こうやってナイフがね、無数に出てきて、これで筋を切るという機械になっております。もうサクッとね、筋切っちゃいましょう。骨が絶妙にあるんですか？全然歯が通らん。もう多分だけど、ほぼ確実に噛み切れないね。切り込みをなるべく入れときましょう。ここだよ、筋。オッケー。これ分かりますか？この真ん中の白い筋ね、こんなん絶対噛み切れんでしょ。一応ね、切っとかないとめちゃくちゃ硬いからね。これもね、切っときましょう。はい、2回戦ですね。もう低温でしっかりとね、じっくり火入れていきましょう。さてさて、だいぶ焼けてきたんじゃないか。おー、いいですね。やばいぞこれ。めちゃくちゃ美味しそうなんですけど。はい、それではですね、次唐揚げを作っていきましょう。唐揚げもですね、このさっきの骨切りを使っていきます。もうずっとさばいてて思うんですけど、とにかくね、筋が強いです。反対もしていきます。はい、それでは下処理が済んだところでですね、味付けをしていくんですけど、唐揚げもね、醤油とかニンニクとかでつけたらもう最高に美味しいと思うんですけど、なるべく素材の味を楽しみたいということで、塩コショウでいきましょう。はい、じゃあ片栗粉をね、振っていくんですけど、これ足りるかな、片栗粉。いや、足りるか、半分ぐらいでいけそうだな。あ、こんぐらいでいけそうだ。ちょっと足りなかったな。うわ、すごいね。こんな1個の唐揚げで片栗粉使うか。やばいな。めちゃくちゃお腹空いてくる、これ見てるだけで。できたよ、すごいぞ。セット。今日はね、惜しみなく油を使っていきましょう。特別な日なんでね。特別な日に油をケチるような人はダメよ。足りるかな？足りない気がしてきた。1本使い切りました。2本目。このサイズでちょうどいいと思うんだよな。足りないかもね。2本しかないんだ。今回はね、しっかり測って180度でね、カリッと揚げましょう。180度だと中まで火通んないかな。どうなんだろう。2度揚げはしましょう。よし、そうだ。いきます。もうつからんからかけるしかないね。ちょっと一旦揚げましょう。どうしようもないなこれ。さて2回目いきましょう。よし、頃合いでしょう。おそらく上がってると思います。は
はい、それでは完成しました。いただきます。今日はね、珍しくお酒飲みましょう。パッションのチューハイですね。いやー、長かった。ここまでが長かった。美味しいですね、パッション。はい、じゃあね、まずスペアリブからいただきますね。ちょっと待て、うまいじゃんこれ。これ美味しいぞ。硬い。うわー、しみるね。どんな味かと言いますと、豚肉ですね。豚肉のロースの部分あるじゃないですか。ロースの結構分厚いやつの脂がないバージョン。結構食感がしっかりしてるじゃないですか。で、あれよりももう少し硬い食感ですね。で、香りはね、全然鶏っぽくない。豚肉っぽい香りがします。油がちょっと豚肉っぽい油なのかもしれませんね。こんだけ繊維質で硬いと普通まずいんですよ。で、なんでかっていうとパサパサして口の中の水分持ってかれるだけだからなんか美味しくないんですけど、なんなんでしょうね。なんでなんのかわかんないんですけど、口の中がパサつかないんですよね。ちょうどいい。俺ね、結構ね、この硬い肉好きなんで美味しいわこれ。じゃあ唐揚げも行きましょう。俺ね、この唐揚げね、一人でね、全部食べたかったんだよ。居酒屋行った時はね、6人、8人ぐらいで行ったんですよ。8人席で1つワニの足が出てきて、もうそんなん取り合いでもう一口ずつぐらいしか食えないじゃないですか。食べたかったこれ。一応焼けてるかチェック。焼けてる。硬え。これね、多分歯強い人じゃないと食えないわ。唯一自慢できるのは歯並びめちゃくちゃいいんだよね。かった。うわぁ、これはなんだろうな。鶏肉ではないよ。鶏肉っぽいってね、よく表現されるワニですけども、全然鶏肉っぽくないよ。風味も全然鶏肉じゃないし、でも臭くない。全然臭くはない。なんなんだろうなこれ。かっけ。なんだろう、食感的にはオーストラリア産とかのさ、分厚くて赤身だけのさ、なんかちょっと安い肉あるじゃん。あれだね、あれです。で、ただパサついてない。そこが美味しい。味はね、これはね、砂肝が一番近いかもね。やっぱ肉ではないよ。だって砂肝って硬いけどパサついてないじゃん。砂肝だ。あ、美味しい。ここ全然美味しいわ。なんかね、砂肝と鶏肉の中間の食感で、味は鶏と豚の間みたいな感じの唐揚げをひたすら食える。俺は結構好き。今至福の時間です。なんぼでも食えるぞこれ。めちゃくちゃ美味しい。よくね、俺も変わったもの食べてて、いつもね、だったらそれ食べたらいいじゃんっていうような食材で例えるんですけど、これはね、マジでオンリーワンの味がする。昔食べたワニ肉と全く味違う。アマゾンとかでもさ、ワニの腕って売ってるじゃん。ああいう市販のワニ肉とは全く別の味がしますね。あれはね、すごい鶏肉みたいな感じで、もうほんと無難な味って感じだったんですけど、これはね、あ、そうそう、野生のワイルドな肉ってこれだよねっていうような味がします。これですね。ちょっと俺も結構今テンション上がってます。はい。最高です。はい、それでは、ごちそうさまでした。今までね、このマサルチャンネル始まって、人が食べないようなね、いろんなもん食べてきたんですけど、うわ、これが俺が求めてきたものだわっていう感覚に今浸ってて、久しぶりにこんなに感動してます。俺が今トリコの世界にいたら、人生のフルコースのメインディッシュに入れてるね。なんだろう、非現実感と味のバランスがちょうどいいんだと思う。こんな味のものは、普通に生きてたら食べられないよねっていうものを食べることに喜びを感じる人じゃないですか。僕は。で、普通感じないような味だから、だいたいそういう味って美味しくないんですけど、ちょうどうまい味で、かつ非現実的なところにあるんですよ。だからこれ、誰も共感してくれないと思うんですけど、これはね、僕の人生のフルコースに入れます。残りはですね、真空パックにして冷凍保存するんで、まだね、半年から1年ぐらい食べれるんでね、ちょいちょいね、僕のチャンネルでもね、しばらく出てくるかもしれません。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、